はい、それでついにね、あの、ついにベルリンに到着できて、はい。で、コンサートはどうだったかというレビューです。はい。で、このプログラムは、もちろんね、ドイツ語、それから私がわかる言語だと、日本語もあったのかな、いや、まあいいや。とにかく英語ですね。で、チェックしました。で、そのブラームスの交響曲、第4番が最後、一番のハイライトですね。この日の。で、その前に、全部で、3つ、3曲の構成になっていて、最初がモーツァルト。モーツァルトの、交響曲第29番ですね。で、その次に、ベルグっていうのかな、アルバンベルグ。Three Pieces for Orchestra OP.6 っていうもの、Revised Version from 1929ってなってる。これちょっとなんかアバンギャルドみたいな、ものすごい新しい感じのものでした。で、最後にブラームスの交響曲第4番ということですね。で、最初のね、モーツァルトがめちゃくちゃ良かったわ。はい、実はね、これが一番印象に私にとっては残ってるんですよ。私の母がモーツァルトが大好きなんですね。特にバイオリン協奏曲第3番。なんていうのかな。それを聞くともう生き返るというか、そのために生きてるというか、そういった印象なぐらい、ものすごい好きなんですよ。うん。で、ザルツブルグのね、モーツァルトの聖歌の家にも行ったことあります。で、そこの展示の中にね、彼がまだ当時電車がなくて、演奏旅行に馬車でね、回ってたと。で、郵便制度はあって、で、奥さんにね、手紙を書いてるのが残ってるんですよ。で、そのね、手紙、なんか、すごいですね。本当にもう奥さん大好きだったみたいで、ものすごく幸せな結婚生活してたみたいなんですよ。彼はね、すごい35、6? すごく短い人生だったんだけども、ものすごく幸せな愛情、結婚生活をしてた、みたいなんですね。その辺がね、私と全く真逆というかね、全然違うんはい。っていうことでね、モーツァルトはいいんだけど、そこまで私の全身全霊を込めたソウルメイトってわけではないですね。うん。ソウルメイトではないです。うん。なんで、あまり、モーツァルト嫌いじゃないんだけど、そんなに、入れ込んでないんですね。だけど、ペテレンコ氏の指揮による、モーツァルトの交響曲29番って私全然正直知らなかったし、初めて聞いたぐらいだったと思うんですけど、モーツァルトってこんなにいいのかと。なんて言ったらいいのかな。もう、一番前の席だから、各演者の表情もわかるじゃないですか。各演者もすごく嬉しそうに、もう、誇り高く、なんていうのかな。これがモーツァルトの良さですよっていうのも、100%、120%、理解して、それをもう表現しきってる。んで、うーん、一個一個の音色もものすごい別物、もうこう言っちゃ大変申し訳なくて、嫌な思いする人絶対いると思うんで、申し訳ないんですけど、日本のオーケストラでは絶対に感じられない雰囲気でしたね。いや、それが本当に来てよかったなと思った一番の点だったですね。昨日のコンサートでね。で、いろんな美に際にいるところの、美しさのみならず、全体のまとまり感。とにかくね、あの、
これぞジャーマンパーフェクションっていうか、ベルリンフィルパーフェクションっていうのかな。それをもう体現化、具現化したものっていうかね。良かったです。で、その、ベルグの、その、アバンギャルドはちょっとわからないって感じ。ごめんなさい。で、その2曲が終わってから休憩で、で、ついに、最後の、ブラームスの交響曲第4番、このために切ったわけですから、そうね、私去年のね、12月に、現在ね、ベルリン国立歌劇場管弦楽団の、首席指揮者をやっているクリスチャン・ティーレマンっていう方がいるんですけど、もともと予定していたダニエル・バレンボイムさんが、病気のため来られなくなって、代役という形でティーレマンさんがすべて指揮を取りました。初日に2番、1番、交響曲2番、もともとはね、1、2、3、4の順番で、1、2が1日目、2、3、4が2日目の構成だったんですけど、もちろんね、そう1日目と2日目、バラのチケットで別々、別に両方買う必要はない。私はその全部聞きたかったんで、2日間行ったんだけど、とにかくティーレマンさんの指揮による第4番は、去年そのブログにも書いたんだけど、第4番ってこういうやり方というか、があったのかと、なんかコロンブスの卵みたいな、そういう感じというか、あまりに私も何千回聞いたかわからないぐらい聞いて、もうカラヤンの時代のからもうあらゆるいろんな指揮者のいろんなオーケストラの聞いてきたんだけども、ティーレマンさんはそれを分かっていて、あえて自分の良さは、出せる良さはこれですよっていうのを堂々と出してる、なんかすごいなぁと。それはつまりね、カラヤンがダメとか、ラトルがダメって言ってるわけではもちろん全くないです。私が言いたいのは、カラヤンとかラトルとか、いろんな人が、いろんな有名指揮者が、この世界一流のね、トップの、私に言わせれば、ベルリンフィルとウィーンフィルがもう、ツートップですね。世界のオーケストラの中でね。うん。やるわけだから、それを新しいね、現在の指揮者が過去の前任者を超えてやろうとするってものすごくチャレンジングだと思うんですよ。うん。で、それやろうとしてるの分かりましたね。この、えっと、ペテレンコさんがやろうとして、その違いを出そうとして違いは分かりました。で、まずね、じゃあいい点から言うと、このね、曲は、冬のイメージがあったんですね。なんかその曲を聴いてると、じゃらら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 らっていうあたりは、私にしてみれば、スキー場滑走路を滑っている、雪のそのキラキラ感を感じるんです。だけど、よく調べてみるとね、今回の旅行でね、その第4番を作曲した場所がですね、オーストリアの、この読み方がね、正確な発音が非常に、なんて言っていいのか、わからないで、ちょっと検索して言ってるから、ちょっと合ってるかわかんないんだけど、私がしかも言ってるから合ってるかわかんないんですけど、ムーツ・チュシュラーグムーツ・ツシュラーグっていう、ところにあるんですよ。で、彼が滞在してた家が残っていて、それがブラームスミュージアムとしてあるね。この旅程の中で行く予定にしてますけどもね。ウィーンから電車で、1時間半ぐらいです。で、そこにね、その夏に滞在して、夏に作曲したんですって。で、その第2番に関してはね、もちろん夏って感じっていうか、初夏って感じがもう全面から溢れてる。もう全楽章にわたって溢れてるじゃないですか。だけど、あの第4番はね、
ルルン、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 ルルンって、もうのっけからさ、晩秋って感じしませんか？私はそういう感じがして。で、最後のさ、もうクライマックスで、ルルルルルルってもう、あのあたりはもう、人生のもう晩年のもう諦めみたいなね、なんかそんな感じすら、定感ってよくなんかね、書かれてるけど、だからそこに引っ張られて実は、ルールルルル、そうそう、私がスキー場のそのきらめく瞬間だと、だからこの曲全体は冬だと思い込んでいたんだけど、実は夏だったと。で、そうですよ、これ夏の、曲ですからねっていうのがすごい聞いてて分かりましたね、昨日の演奏を聞いてて。あ、そうかそうかと。で、すごい雰囲気をね、感じたんですよ。だから、第4番って意外にも、第2番と似てる部分もあるんじゃないかと。メロディーという意味ではなくて、その自然物をその音で表現する、その、なんていうのかな、コンセプトそのもの、そうかと。思ったんですけど、だけどね、その全体の構成、多分私が思うにね、このペテルンコさんの経歴からしてね、想像なんですけど、旧ソ連から18歳の時ですよね。オーストリアに移住したのが。18歳っていうと、もう高校3年、大学1年ぐらい。だから、うーん、もう精神的にある程度出来上がってますね。もうコアの部分が出来上がってますよ。で、だからその、ソ連のね、その共産圏の、なんていうの、独特のその、なんていうんですか、陰鬱さというか、そこからオーストリアに来て、で、その、モーツァルトですね。オーストリアといえばモーツァルト。モーツァルトなんかもすごい勉強して、だからね、さっきの話にちょっと戻ると、モーツァルトがこんなにすごい、なんかモーツァルトの良さを客観的に理解してんじゃないかと思うんですよ、この人。で、だから、私のように、モーツァルトを別にソウルメイトのように慕ってるわけじゃない人に対しても、ほら、こんなにいいんだよっていうのが伝えることにできるわけなんだと思います。だからそれがね、この人の真骨頂なんじゃないかな。で、もちろんさ、モーツァルトのいろんなその明るい曲と比べて、この交響曲ね、ブラームスの第4番は、全体としてめちゃくちゃ暗いわけじゃないですかね。で、にもかかわらず、なんかニコニコしながら、指揮取ってる部分結構あったんですね。この曲ニコニコする曲じゃないんだけどな、みたいな。だから、なんて言うの、ちょっとまとまりが悪いんだけども、あのだからそのまとまりという意味では、あんままとまりを感じはしなかったんですよ。新しさは感じたし、その指揮者のその自分が前任者とは違うものをやらなければいけないという、ものは感じたし、実際そうなってたと思うんだけど、で、この曲が夏に作曲されたことを思い起こしてくれる場面は素晴らしい場面があったんですよ。だけど、全体としてのまとまりはどうかっていうと、その、ベルリン国立歌劇場管弦楽団のティエレマンさん、うん、が圧勝じゃないかな。ただ、ティエレマンさんは、あくまで冬なり陰鬱なりで、まとめてたと思いますよ。私の感覚は、感じたのはそういうことでしたね。うん。でね、そこで私思ったのね、去年じゃない、昨晩ね、どういうことなのかなと、これって。つまりさ、その、ドイツの首都ベルリンには、ベルリンフィルもあるしね、ベルリン国立歌劇場管弦楽団もあるわけじゃないですか。そうなってくると、どこの楽団も同じことやってたんじゃ意味がないと思うんですよね。で、じゃあ
ブラームスの交響曲第4番の解釈にしてもね、ベルリンフィルと、国立歌劇場のその指揮者2人とも同じことやってたんじゃ、逆に意味がないんじゃないかなと。うん。だから、あえてね、そのティーレマンさんはもうベルリン出身のね、西ベルリン出身のドイツ人です。だから生粋のドイツ人ね。うん。だからもうこれがまあ、由緒正しいって言ったらいいのかな。オーセンティックなブラームスの交響曲第4番だと私は感じ取ったんですよ。そのあり方の一つのパターンね。カラヤンもそうだし、ラトルはね、ラトルさんはね、どう言ったらいいのかな。ラトルさんは、ユニークさはありますよ。うん、あるし、彼の一番の特徴は躍動感じゃないかな。躍動感ね、天然パーマのね、白髪のあとそのすごく生き生きとした表情、そこから醸し出される、その全体的な躍動感が、うん、あとその、ちょっとテンポが速いことも辞さない、うーん、ノリというか、ノリの良さみたいな。ノリの良さって言うとその軽い言い方になっちゃうんだけど、それをもっと真面目にやってるって言ったらいいのかな。そういう感じがするのね。まあ、イギリス人ってなんかそういうところあると思うんですよ。うん。うん、だからまあ、イギリス人らしい、まあ、ブラームスの交響曲第4番だったんじゃないかなと。うん、ある意味で。で、この方ね、新しい、って言ってもまあもう3年になるペテレンコさんは、だからロシア系オーストリア人ってことになるわけですね。うん。で、改めて、その第4番は実は夏のこのいいところだと。で、その、暗い、その陰鬱だっていう思い込みを一旦外しませんかみたいな、そういう試みをしたかったのかもしれないですね。だけど、どうなのかな。これで完成ってわけじゃないと思いますね。で、昨日の、そのパフォーマンス終わった後も、なんかもう、即座にそそくさと出ていく人も、まあ、多くはないけど、まあまあいました。だから私と同じようなことを感じて、あの、なんていうのかな、ちょっとがっかりした人もいたかもしれないですね。うん。だけど、まあ、これはこれで、いいのかなと。あと、これ全くのね、その想像なんですけど、ソ連出身のね、ロシア系オーストリア人を、あの、首席、指揮者に持ってきたということ自体が、よりなんていうんですかね、ベルリンフィル、つまり、そこを拠点とするベルリンの多様性というか、そうそうそう、3回目来てね、一つ、すごく驚いたのが、いろんな人種の人が増えてますよ。前回ね、2005、6年の時に来た時に比べてもね、ものすごく、ホテルのそのフロントにいるスタッフにしても、道歩いてる人にしても、うーん、よりいろんなその人種の人がいる感じで、前回来た時に私感じたのが、なんかちょっと見られてるなっていう。その見られてる感じっていうのは、なんかその白人の女性、特に中高年の女性から、ちょっとこう、気がついたらなんか見られてるみたいな感じをすごくあったんですね。で、それは、なんか、人種差別というよりはね、あら、こんなとこに、ちょっと可愛らしいアジア女子、アジア人女性が歩いてるわ、みたいな。そういう感じだったと思うんです。でも、まあ今はね、もう可愛らしいっていうじその時期かもうわかりませんしね。何が言いたかったかというと、あの、よりね、多様性を追求したいんじゃないかなと思いますね、ブレルニンフィルは。で、
だから、ウィーンフィルと比べてね、ウィーンフィルって少し前まで男性しかいなかったんですよ、楽団員が。で、今もね、女性若干しかいないし、有色人種ってあんまりいないですね。いないんじゃないかな、いるかもしれないけど、とにかく気が付かないレベルなんです。だけど、昨日の演奏は、あ、この人韓国人かな、日本人かな、中国人かなっていう人がもうね、結構いたし、うん、いろんな人種、性別、ミックスされてますよ。そういった意味で、ベルリン国立歌劇場管弦楽団は、もう生粋のベルリン出身のドイツ人がドイツ性を追求する場であり、で、ベルリンフィルは多様性によるその新たな発見を追求する場なのかなと。ちょっとかなりね、しどろもどろになりましたけど、自分で話しながら、ちょっと昨日感じ取った内容が、自分でもちょっと分かったというか、うん、ということです。はい。